どうもこんばんは、パパゲーネです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はね、これいこうかなと思います。なんだ、大吟醸北秋田ってやつね。なんかちょっとすごい良さそうでしょ。ちなみに、こちら半額です。499円でした。だからまあ金額で考えるとね、意外とかかってない、どころか安上がりですね。こんな4号瓶でさ、こういうのを飲むときね、僕ね、定価が998円なの、まあ1000円ですよね。これ1000円の酒を飲むって前はよく考えてたんですよ。1000円の酒だからちょっともったいないかなとかね、いうふうに考えること多かったんですよ。だけどね、最近考え方を変えました。これは499円の酒だって思えばいいんです。普通は1000円で売ってるものなんだけど、499円で買ってんですから、499円の酒だって思って飲めばいいんだって。そうしないとね、いやこれちょっともったいないから温存しようとかってね、何でもかんでも温存しちゃうんですよね。温存癖をね、なんとかしようと、そんな感じで思う今日この頃なわけですよ。よいしょ。そうです。で、そうだ。これに入れよう。これついこの間船口キック水飲んだんですけどね。それでそのまま置いてあったんだけど、これ使おう今日。よいしょ。なぜならこの動画を見た菊水酒造さんの方がね、案件くれねえかなと思いましてね。くれるかな、くれるわけないか、このぐらいの再生数の、チャンネルでね。いやでも分かんない。菊水酒造さんね、ネットの宣伝結構熱心だからね、ひょっとしたらこれ目について、てかこれサムネイルに使おう。菊水酒造の担当者さん、もしもねこれ見ていらっしゃったら、案件いただいた時はね、お金なんてもちろんいただきません。現物式で構いません。船口菊水の30本入り1ケースでもう十分ですね。それをいただけたら、この菊水を飲む動画を30本作りますんで、どうかよろしくお願いしますという風なこうアピールをしておいてね、それでは皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。これはうまい。なんていうのかな、菊水のねガツンとくるうまさじゃないんだけど、とは違うんだけど、濃厚だなこれな。これうまいよ。淡麗とは違うんだ。僕の好きなフルーティー系ともまたちょっと違うんだよな。なんて言ったらいいのかな、よくわかんないな。味が濃い感じがする。船口菊水みたいなね、加水を抑えた濃いね美味しさとはまたちょっと違う、なんだろう、濃厚さを感じます。なんだろうな、うまいな。でつまみはですね、とりあえずね、今日はこんなものをまず用意してあります。これきゅうりとちくわの和え物ですね。マヨネーズであえてます。きゅうりとちくわって言ったらね、定番はさ、ほらちくわの真ん中にきゅうり差し込んでいく、あれなんて言うんでしょうね。よく見かけるけど、料理の名前わからない。だけどまあいいや。それ本当は最初作ろうかなって思ったんだけどさ、あれ作るとさ、きゅうりが余るんですよね。きゅうりのスティックが。というかね、あれできゅうり1本消費するためにはちくわ2袋ぐらい必要なんですよ。5本入りのちくわが。そんなイメージ。だからね、あれもたまに食べたいなと思うんですが、今日は会いました、こうやって。だからどうだっていう、熱く語るようなもんでもないですけどね。味は普通です。それからあとね、ごま豆腐これなんかいつも同じものだな。業務スーパーのものなんですけどね。だから今日はちょっと皿に取ってみました。それからあと今日はこいつ焼き鳥です。半額っていうか、こんなど真ん中に貼られちゃったらさ、なんだかよくわかんないけど塩麹ってだけが書いてありますね。焼き鳥だ簡単ってことは見りゃわかりますよね。てか横見りゃわかるんでねだからそんなに実害はないんですがね。じゃあこれで開けていこう。よいしょと。こんなもんですよどうってことない。そして僕のこの机の隅にはなぜか七味があるんですね。七味をかけて、それでいただいていきましょう。
まあぶっちゃけ普通の味です。まあいいんですよ、日々の平凡な晩酌は。これも1本500円っていうか、まあ499円の酒だしね。でもうまいな、これな。うまいというか好きな味ですね。いやでもこれ1本飲むとなんか今日は酔いそうな気がするな。まあいいや。でね、今日はねちゃんとテーマがあるんです。しかもねレジュメも作ってある。今回のテーマはですね、僕の株の買い方ということですね。このタイトルで何度も動画作ろうとしてね、ていうか撮ってるんですが全部お蔵入りなんですよ。つい先日もね収録してねお蔵入りにしました。でその時に飲んだのがこれだったんですよ。この本物の船口菊水だったんですよ。でさっきと同じようにね、案件受け付けてますみたいなこと言ってね、調子よく喋ったつもりだったんだけど、レジュメがやっぱり不十分だったというかね、後になってこの構成は良くなかったなとかって思ってね。でね、今日はそのレジュメをちょっとね手直ししたんでね、今日こそ完璧です。もうこれで完璧。僕の株の買い方を紹介します。なんでこんな一生懸命になるかっていうとね、これを先に言っておかないとね、今後株の話をしてもね話が通じないですね。今後はこれから株の話をするとき、ところで僕の株の買い方この動画見てくださいとかってね、そんな感じで紹介できるようになるっていうか、まあそういう動画が欲しかったんですよ。だからねこの動画をねいつもずっと作りたかったんですよ。ということで今日こそ行きますからね。はい、ということで始めます。ですね、まず僕のね株の買い方、名付けて S 株バリュー投資と言います。でこれねもう何のひねりもない命名なんですがね、まあ一応具体的にどういうふうに買ってるかって説明しますとね、まずね SBI 証券に僕口座作ってます。NISA 口座作って、でそのね SBI 証券の S 株というシステムを利用して買ってます。S 株って何かと言いますと、単元未満株の株を購入できるシステムなんですよ。株って普通は100株とか1000株とかね、単元株って言われますけど、その単位でしか購入できないということになってるんですよ。通常はねその単元未満株っていうのはそれ自体で売買の対象にはならないんですよね。会社がまとめて買い取ってくれるか、逆に単元株まで買い増しをするかどっちかとかっていうふうな形でしか取引できないはずなんですが、なぜか最近ねこの単元未満株を1株単位で買ったり売ったりできるっていうシステムを採用してる会社が多いんですよ。いくつかあるんですよ。僕は SBI 証券なんですけど、他にも楽天証券とかさ、マネックス証券とか株.comとかね、このね単元未満株の売買ができる制度ってすごい便利なんですよね。僕のようなお金のない個人投資家にとってはね。ということでSBI 証券の S 株を最近はメインにほとんど、使ってます。ちなみにね売買手数料0円です。これもね一昔前まで考えられなかったんだよな。まあ松井証券がね1日10万円まではただとかさ、そういうのありましたけどね。だけど今は完全に0円なんですよね。いくらでも1日の取引高が100円とか200円でも100万円や200万円でも0円なんですよね。 SBI 証券とあと楽天証券と他にもまだあるかもしれないけど、個人投資家にとってはいい時代になりましたねというか、まあ要はそれあれですよね、顧客の囲い込みのためなんですよね。NISA 口座作らせてさ、積立投資の買わせて、で投資のね手数料や信託報酬で稼ごうというこういうビジネスモデルなんでしょうけどね。だけど僕今のところで投資信託全く買ってないんで持ってないんでね、単純に本当になんかね無料の恩恵だけ受けてるって状況なんですけどね。まあいいや、動画長くなっちゃって次に来ます。だからまあ S 株で買ってるんで一度にドカンって買うわけじゃないんですよ。ちまちま買ってるんで、でね購入する株式の銘柄のリストを僕作ってます。一応ね今のところね50銘柄ぐらいピックアップしてるんですけど、でその中からね毎日ちまちま何銘柄か選んで買うようにしてます。でね株に使える金額にね限度ありますんで、だいたいざっとね僕の資金力だと1日うん千円ぐらいなんですよ。うん千が2000円か9000円かはまあ内緒ですが、まあだいたい1日うん千円ぐらい使えるんで、その範囲内でって言いますか、平均してねその金額になるような感じでね毎日こう銘柄選んでます。でねそのリストの中からその日購入する銘柄を選択する基準っていうのがいくつかありましてね、まずね前日より値下がりしてるってこと
でなおかつね、この直近のしばらくの期間のこのレンジってね、株価ってね、こう短期で見ると特に理由がなくても上がったり下がったりしてるんですよね。こうレンジとかって言いますけど、この一定のね、この金額の幅の中で上がったり下がったり上がったり下がったりしてるんですよ。もちろんなんかニュースが入ったりするとね、決算が上方修正だとかさ、下方修正とかってやると上がったり下がったりするわけなんですけど、そういう風なニュースがなくってもね、こう同じ段階の中で上がったり下がったりしてるんですけど、そのレンジの中でなるべく低い方の値段で拾うようにしてます。だからね、前日よりも値下がりしてるとかって言ってもね、例えばその前日にものすごい暴騰して、例えば決算予想がね、上方修正入ったとかさ、期待の新商品を発売することになったとか、なんかそういう理由でドカンとかって上がる時があるわけなんですよ。そうすると大体その次の日は利食い売りでね、バカって下がるんですよね。だからこう上がってこう下がってきての時っていうのは、下がったといっても購入は当然見送ります。レンジの中でこう低いところっていう風なところ、そういう風なところで選んでるんですよね。でだからこんな感じで大体買ってます。もう一回まとめますと、 SBI 証券の S 株で1株単位で買ってるということで、購入リストを作って、その中からこう毎日ね、何面からか選んで買ってますっていうことで、買う時は前日より値下がりしてる、なおかつその直近のこのレンジの中での比較的低い方、底値の方に近い方の値段でこう推移してる、そういうふうな条件を満たす銘柄を選んで買ってますっていう。というかね、逆に言うとそういうふうなね、基準があるんで、もともとの銘柄リストをね、50ぐらいね、ピックアップしておかないとね、買う銘柄がなくなっちゃうんですね。そんな感じなんです。でね、なぜそういう買い方をこうしているのかって言いますとね、いくつかそれも理由があります。まずね、一つ、残念ながらね、僕はね、中短期での株価の変動っていうのを予測する能力がないっていうことがほとほと身に染みて分かりました。僕が株を買うとその銘柄は値下がりし、そして僕がその銘柄を売ると値上がりするって、これがもう何度あったことか。だからね、中期や短期のね、売買って僕やったらね、損するんです。ましてやね、デートレなんかやったらね、あっという間に資金溶かしちゃうと思うんですよ。ただね、これね、僕だけじゃないんですよ。個人投資家の大多数はね、中短期の取引頻繁に繰り返すと損するみたい。本当に。デートレーダーで成功する人って、なんか一握りの人なんですよね。で、その一握りの人ってすごい成功するんですけど、で、ザラバ見てるとね、この儲けるポイントが分かるらしいんだけど、でも大多数の個人投資家はそれができないんですよ。僕と同じようにね、どんどん財産を溶かしていってさ、で最終的に株式市場から退場するってことなんですね。ただやっぱりね、株って買わないとさ、増えないわけですよ。当たり前なんだけど、ね、これからの時代ね、多分ね、インフレが進む可能性高いわけなんですよね。そうすると金融資産をね、現金で持ってるってことはもうリスク以外の何物でもないという。だからね、損する可能性ももちろんあるんだけど、やっぱり現金資産っていうのはとりあえず何らかの債券とか株式債券証券、そういったものにね、とにかく変えていった方がいいと思うんですよね。重ねて言ってけどリスクがあるんだけど、でもやっぱりね、現金も当然持ってること自体がリスクなんですよね。で、あとね、やっぱりね、当然僕は貧乏なんで資金力がないんです。単元株をね、毎日のようにホイホイ買う資金は当然ないです。それからね、あとね、相場をね、ただ眺めてるだけって飽きるんですよね。やっぱり実際売買しないとね、実際のお金を使わないで取引の体験だけできるとかってアプリがあるけどさ、あんなのやる気しないですよね。やっぱりさ、自分の水切らないとさ、真剣になれないしね、面白くないしっていうか、面白いっていうことを言っちゃいけないんだけどさ、投資にさ。だけどやっぱりやる気しなくなっちゃうんですよね。で、そういうふうなね、僕の気質といいますか条件とかってそういうことを考えますと、まずはね、買った株は基本売らないっていうね、もうこれでいくしかないと思う。もちろんね、状況によってはさ、会社の経営状況がとんでもなく悪化した、とんでもないスキャンダルが出たとかさ、そういうふうなことがあったらもうしょうがないから損切りするしかないですけど、だけどね、一回買った株は基本的には売らない。ただね、長期で見た場合は、さっき言ったようなスキャンダルでもなくてもね、こうだんだんこう見て、そろそろこの銘柄お別れの時かなとかって、そういうふうなタイミングがあるかもしれないけど、でも基本的には一回買ったら持ち続けるっていうね、そういう方針がいいから、これバフェットも同じなんですよね。
これはいわゆるバフェットのさ永久保有銘柄とかってそういう考え方と同じです。ということは急激に値下がりしづらいような銘柄が好ましいとなると、いわゆるバリュー株ってやつですね。割安でなおかつ配当インカムゲインが大きいね、そういうふうな銘柄を選んでいくっていう感じだから、さっき言ったような購入銘柄のリストっていうのも基本ほとんど全部バリュー株です。でしかもさ、そのリストからこう選んでごちゃごちゃ買っていくと自動的にねこう分散投資ができるんですよね。リスクが減らすことができるわけで、なおかつ S 株だから単元株で買ってるようなねこう巨大な資金力がなくってもいけちゃうんですね。僕のような貧乏な個人でもそれができるというねということなわけなんです。でこの僕の投資法 S 株バリュー投資のメリットなんですが、まず一つ目、分散投資ができるということ。分散投資はやっぱりね基本ですよ。ドカンって儲けることはできないんですけどね、僕は冒険できませんから、そんな資金力も才能もないんでね、なるべく安全にいきたい。もう本当に老後考えなきゃなんないですからね。増やすことよりも減らさないことを考えなきゃなんない。もちろんね増やすことも大事なんだけど、なるべく減らすリスクを避けるためには分散投資が一番いいわけですね。でやっぱりバリュー株だからね、極端にこう下がることは少ないわけなんです。であとね、やっぱりねちまちま毎日買ってるから、こう毎日楽しく相場を見ることができるんですね。これ大きい。もちろんね同じようなバリュー株投資でもね、こう選んだこう株を単元株で買って半年に一遍とかね、ボーナス入った時とかにドンとかって買ったりとかね、それか単元株とかで買ってでね、普段は相場見ませんよとかってね、そういう風なやり方もあると思うんですけどね。だけどそれつまんないなとかって思ってね、僕の投資法だと毎日こう相場を楽しく見ることができるわけなんですよ。でもねその反面デメリットもいくつかあります。まず一つ目、単元未満株っていうのは議決権とかそれから株主優待がつかないんです。株主優待つくところもあるんですけどね。ただねこれはいいです正直言って。議決権はね行使するとクオカードが当たるかもしれないよとかっていうとこがあるんで、議決権持ってる株はなるべくね行使するようにしてるんですけどね。でもね別にね議決権なくてもいいです。あとそれからデメリットの2つ目、ポートフォリオを見た時にすごい貧乏くさく見えるということ。僕の SBI 証券の口座のね保有銘柄一覧上の方からちょっと読んでいきますと、マルハニシロ6株、インペックス47株、飛芝ホールディングス1株、日清オイリオ27株、日清ボホールディングス9株、サムコ41株、住友化学100株、信越化学16株、三井化学1株、楽天グループ7株、住友ゴム23株、日本製鉄75株とかね、すごい貧乏くさいんですよ、こう見てると。全部が全部こんなんじゃないんですよ。この投資法を始める前は普通に単元株で買ってたからね。だから200株とか500株とか持ってる株もあるんですけど、だからこの SBI 証券の口座を見てるとね、ちまちませっかく買ってるなとかっていう感じでね、すごく貧乏くさく見えてしまうんです。ちょっと惨めに見えます。はい。でもこれは気分の問題です。あとそれからね、保有銘柄の管理って言いますか、値動きのチェックがめんどくさいんです。いっぱいあるから。ただこれはね、やっぱりね基本バリュー株なんで、いきなりね大きく崩れるようなことってあんまりないんですよ。でしかももうさっきも言いましたけど、基本売らないっていうか長期保有が前提なんで、ちょっとぐらい下がったり上がったりしてもあんまり気にする必要がないって言いますかね。だから一回買っちゃったらそのままな感じなんで、いいかなとかっていうふうには思います。であとデメリットの最後なんだけど、さっきこう下がった時に買ったって言いましたけど、これ下がった時に買うのって逆張りって言うんですけど、この逆張りってさ、基本的には投資の手法としては邪道なんですよね。プロは逆張りって基本やらないんですよ。あと個人でデートで稼いでる人とかって多分やらないんですよね。でもねそれはもう僕も分かってやってます。結局なんで逆張りで買ってるかって言いますと、本来だったら単元株でドカンって買うのがいいと思うんだけど、このね100株というね単元株をなるべく安くできれば買っておきたいわけなんですよ。そうするとこの
100株買いたいなとかって思ってる中でこう値段が動いていくじゃないですか。こう下がった時に買っとけばこの分こう下がっていく、平均取得額が下がるんじゃないかっていうね、こういう発想なんですね。せこい発想なんです。だけどね、これねやってるとね、たまにねこう上離れしちゃう銘柄あるんですよ。しかもそれがね、買い始めたばっかりで上がっちゃうっていうのはあるんですよ、意外と。これさ、さっき言った中でさ、1株とかって言ったのあるでしょ、保有銘柄が。1株しか持ってない銘柄いくつかあるんですよ。それね、こう買い始めた直後にね、ドカって上がっちゃったんですね。最近だとね、例えばさ、古川電工。僕ね、古川電工ね、4142円で買ってるんですよ、最初の1株を。その最初の1株目を買って、これから地道に折を見てちょこちょこ買い増ししていこうかなって思っていたら、その最初の1株を買った少し後からね、急騰し始めましてね、今だいたい9000円ですよって。今日はね、8月1日の夜なんですが、終値が8970円ですね。これでもね、前日比225円安。2.45% も下がっています。下げ幅大きいんだけど、もちろん買いませんでした。古川電工、残念。もう少し前から気づいてればね、こういうこともあります。でもね、しょうがない。そういう時は他の銘柄に行くしかないという。なんていうのかな、こう目をつけていたものがね、いつの間にか気がついたらみんなこう注目してて手遅れになってしまったって、そういうことはね、株に限らず日常生活の中でよくありますが、だからそう考えるとね、別に珍しくないんですよ。そんな感じでね、僕の株の買い方、S 株バリュー投資、メリットもあるしデメリットもあるんですけどね、これからもうちょっといろいろ修正しつつ、なんとかねやっていきたいと思います。どうでしょうかね。こういう時ご意見がありましたら下にどうぞなんて言いたいところなんですけどね、当分修正は加えていくつもりなんだけど、基本方針は変えるつもりはありません。ということで随分話が長くなってしまった。多分ね、今回はね、言いたいことはちゃんとね順序だけ言えたけど、大丈夫かな。編集したらすごい長い動画になっちゃうかもしれないんだけど、いいや、わかんない。これから編集します。ということで、今回の動画は以上になります。皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。